きな洋楽参戦。オッケー。というわけで、そろそろはつらつとやらないとね、はい。だらっと話してる、グダグダっていうのはもうラジオだけでいいから、ここはシカッと。シカッと。まあ僕らバンドマンなんでね。バンとね、もうバンドマンの威力というのも、なんていうの情熱を持ってやんない。そうそう。これ、例えばなんかこう、興味を持って見てくれる人たちバンドマンっていうのはどんなんだと聞くの、確かに、非常にマニアックになってしまいます。我々ぐらいになるとね。知らないかもしれない。本当に。今回は彼2戦、私1戦で、たまにはやって、バンドの良さというのを、皆さん知っているバンドかもしれませんし、世界的には知られているバンドかもしれません。ただ、まあ、みんなわかるかな？ちょっとね、ちょっと、ごめんなさいね。まあ、ちょっとマニアックになっちゃうかもしれません。ただまあ、こう、概要欄にストリーミングとかがあれば、そういうのも貼っつけて、ぜひ聞いてみてくださいといった形で、ミュージックビデオなりなんなりね、見ていただいてといった形でございます。それでは先生、第1戦目、お願いします。じゃあ、私がおすすめする1個目は、皆さんお待ちかね、パンテラです。よっしゃはい、もうパンテラ知ってるかな？もうみんな知らないかな？マニアックすぎて日本のユーザーたちは。日本の子たちはね、もうパンテラを、でもこっちからするとね、ありえないぐらい。ありえないですよ。パンテラですから。共通言語です。これはハロウィンとかその後来るのかなと思ってる。アイアンメイデンと。ね。知ってますか？パンテラですか。パンテラなんですよ。パンテラ好きなんですよ。パンテラ、いくつぐらいの22、3とかそんなもんなんです。遅いっす。遅いっすよ。パンテラなんてもう、高校ぐらいか。その当時ですけど、こんなバンドいたんだって思って、まあ洋楽全然詳しくなかったんで、ユニオンかなユニオンで、ちょっとジャケ買いの。買いあさって、なんかこれ、パンテってなんか聞いたことあるなと思って。これを見てる人たちはね、便利な時代過ぎですよ。そうね。俺らの頃なんていうのは、このおじさんトークをちゃんとかまさせていただきますけど、情報ねえから、検索がねえから、やっぱ音楽を探すのもさ、足だしね。足とね。あと、バンドやろうぜとかですね。そう、バンドやろうぜ。バンドやろうぜ知ってるか？それこそ知らないだろう。もう廃刊になって久しいと思っちゃう。バンドやりたいニューキッズたちはみんなバンドやろうぜで。ギグスとかね。もんですよ、ギグス、プレイヤーね。プレイヤーはまだギリアみたい。あるのかな？言ってみれば我々からすると、パンテラって、ぶっちゃけの話有名すぎて、あれなんですけど、我々の年代からするとなかなかパンテラの情報とかが探さずに降りてくるかというと、テレビにはね、そうだね。映ってこない人たちだったね。だったと思うよ。テレビで見たことはないよ。ね。もちろんそっちの層の人たちはそういうのをね、見てたりとかあるかもしれないけど。やっぱジャケ買い、そうだね、ジャケ買い。ATMV の紹介買いとかさ、紹介コーナーあったじゃないですか。ああいうので音楽を知るしかなかったからね。それをちゃんと見て、テレビだから、巻き戻せないわけですよ。で、これ巻き戻しっていう言葉が古いらしいんですよ。そうなんだ。らしいよ。だって巻き戻さないじゃん、今、なんも。ビデオテープとかさ。YouTube は巻き戻すじゃん。あれはなんかね。巻き戻すってあれじゃないんだ。そう。巻かないじゃん。テープじゃないか。そう。らしいですよっていう豆知識も言ってる。軽くね。教養も入れて。パンテはね、的には、パワーメタルっていうらしいんですよ。パワーメタルなんですか？多分メタルの中にもいろいろあるんです。ヘビーメタルとかね。やはりこうメタルの世界っていうのは格闘技だから。もう皆さんもこんなですから。入れ墨だらけの。大体みんなヒゲでハゲ。ドラマはね。ドラマはまずそうですね。革ジャンのベスト。もしくはこう指先が。グローブね。レザーグローブね。これですよ。これがもうメタルという、ザ・メタルという世界。まさにでもそのイメージ通りな感じ。そうですね。割と。まんまではないかと。メタルって言われて、絵を描きたい人がいたとして、メタルってどんなんだろうって調べたら、メタリカ先生か。あそこもメタルになるわね。まあ、メタルでしょうね。ハードメタル、スラッシュメタル、スラッシュメタルね。あるよね。なんとかメタルは多いですよね。まあ絶対ね、これを見てくださってる皆さんの方が1000倍詳しいと思うんで。はい。我々もそんなに足を突っ込んででもね、パンテラの、やっぱり、重厚感と、重さと、当時のね、ラウドな感じっていうのは、僕は、当時のね、とても好きで。まあ今でもたまにね、カウボーイフロムヘルとか聞いたりするんですよ。やっぱかっけえな、これ。
結構ね、揺さぶるじゃないですか、ギターのズクズクが。そうそうそう。ギターのズクズクね。ギターのズクズクなんじゃないですか、メタルの皆さんのやはり大切な部分の一つ、キーポイント。もしくは、どこ、まあドラムとか好きな人はツーバスですよ。もしくはカーベスト。ここなんじゃないかな。だと思うね。だからなんか、多分あの辺のメタルの方々が好きなのはハーレー・ダビッドソンとか。ああいう、なんなんだろうな。俺らのイメージする洋楽ってそういう感じなんだよね。ちょっと古い。格闘技に通じるような、なんかアメリカの。フライヤーとかもあんな感じで、プロレスみたいな感じなんじゃない？プロレスの近しかないよね。私はあまり聞かないですけど、ぶっちゃけ。そうですね。私そっちの側ではないんですけど、でも、やっぱすごいジャンルだよ。伝統だよ。そうですね。洋式美な。そうだね。洋式美っていうのはね、その、ヨーロピアンメタルというか、そっちのは割とこう短美な感じというか、ありますね。お短美な感じで、キュ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 みたいなこうね。メタルのあれとしてね。一戦目は、パンテラです。皆さん、覚えて帰ってください。もうほんと知らない人ばっかだと思うので、第一戦目、パンテラ。ということで、非常に派手な始まりで。そうすいませんね、一発目からインパクトのある。全員がもう、お前らパンテラの魅力なんか片手になるぐらいの、俺らの方が詳しいぜっていう。そこは前提として見てください、これ。一応まあじゃあちょっと、ミュージシャンらしくというのもあれですけど、割と私が結構前から好きな。読み方が、おそらくこうです。一応こう概要欄に載せる、ロシアのバンドさんで、ギリントシェイク。ギリントシェイク。GLI みたいな感じの綴りの、日本ではそんな有名じゃないと思うんです。多分海外的には有名なんじゃないか。俺、ロシアのロック、すごいいいんですよ。ロシアのロック？ロック系なんですけど。ロック系っつっても、スキットローとかああいうロックではなくて、やっぱちょっとね、ひねくれたロックなんですよ。ギター歪まさないとかさ。女性ボーカルのと、男性3人のグループなんですけど、これ、スペルでちょっと調べていただいて、ストリーミングのある方は、ぜひ聴いてほしい。それ今も活動してるんですか？これがさ、戦争が、なるほど。起きてるじゃん。わかんないんだよね。でもおそらく2020年ぐらいまではアルバム発表してるし、その女性の方はソロも出してて、やっぱネット上の情報が日本にはちょっと少ないんですね。ただなんとなく見てる感じ、日本のこと好きっぽいです。日本をモチーフした曲とか、そのソロでちょっと出てたりとか、日本語で歌ってるのかな。ちょっとわかりやすく説明すると、ちょっと違うよって言われるかもしれないけど、ロシア版ノーダウトだと思うんだよね。ノーダウトってアメリカのバンドさんがいるんですよ。知ってますか？知らないですね。ダメだ。さすがザ・パンテラ。今ちょっとパンテラをディスった。いや、ディスってませんよ。ダメですよ。あそこは敵に回しちゃいけないんで。もうあそこの方々に。もう君の家をハーレー・ダビッドソンが取り囲むからね。裸に革ジャンベストが。土下座です。勝てません。バンド界には一定逆らっちゃいけない勢力っていうのがあります。感謝だ。なんていうんですかね、ギターの音とかも案外せこかったりとかあって。で、あえてせこい。空間っぽい感じの音とか。で、ボーカルの質が、俺はそのノーダウトのボーカルさんも女性なんだけど、トラジックキングダムという名作があるんで、ぜひ聴いてほしいんですけれども、ちょっと似てるなと。この近代女性ボーカリストの洋楽の中で、非常に個性が際立ってるなーって思うんですよ。海外のさ、女性歌手、声に特徴ってどう？上手い人はいっぱいいる。ホイットニー・ヒューストンとか、マーライア・キャリー。でも声の特徴かっていうと、非常に教科書的に綺麗な歌を歌っている感じがするんですよね。どう思います？僕はね、エリス・レジーナっていうね、ブラジルの、僕は勝手に呼んでるんですけど、ブラジルの、ジャニス・ジャップリンって呼んでるんですけど。もう一回名前は。エリス・レジーナ。エリス・レジーナ。ちょっとミュージシャンっぽいこと言ってきたね、君も。知ってんだ、結構昔の、歌手なんですけど、サンバっぽい曲を。ジャンルで言うとなんだろうね、サンバとか。ジャズとか。ジャージーなのもあるかな。それですよ。ジャニス・ジョップリンですよ。声に特徴が。そう。なんかね、こ
いい感じの枯れた声も出すし、すごい明るい、こう、元気な少女みたいな声も出すし。すごいですね。うん、かっこいいんですよ。うまいんですよ。きらびやかに、派手に、みたいな感じじゃないんですけど。そういう中にあって、そのグリーンとセイクのボーカルさんは、個性的だなと。それはもう生声っていうか、エフェクトかまさないで、歌い方というか、声で、こう、作ってるんですよ。ちょっとわかんないな。これはレコーディングってなかなか声作るものだから。最近ファーストテイクでも話題になったの知ってます？歌うやつですか？音程補正してないってことはないからねっていう。一発撮りだけど、ミックスでもちろん音程の補正なんかしますっていう、言ったのかどうかわかんない。周りの人が言ってるのかわかんないけど、要するにその加工問題っていうのが現代はあって。昔のさ、そういうエリス・レジーとかだったら多分そのままなんだよね。ほぼほぼね。もちろんリバーブ入れたりとかさ、ディレイ入れたりとかあるかもしれないけど、今の技術で言うとわかんないです。ちょこっと作ってある声かもしれないし。まあ雰囲気はあそこまで個性的じゃないけど、ジャニスとか、とか、ああいう押し出しの強い歌い方ではないけど、非常に技ありな歌い方もするし。この人じゃないと出せないものだと思うな。MV とかも見てほしいんですけど、本当に個性的な、かっこいいなっていうところですね。というわけで、まあ、私からはちゃんとそれなりの、知ってる人は知ってるというギリントシェイクさんですかね。発音の呼び方誰か教えてください。楽がなさすぎて。ギリントシェイク、ジリントシェイク、さんです。第2戦がそちら。はい。じゃあ、最後。3戦目。3戦目。これもちょっとね、お前がみたいなところもあるかもしれない。そうなんですか。9インチネイルズ。出ましたね。9インチネイルズ。好きなんですよ。いいですね。まあ、と言ってもですよ。どんなイメージか。9インチ。怒られると思うけど、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれって取らないでしょ、多分。おしゃれはおしゃれですよ。でも、えぐいからな。9インチは1個すごいシングルあるからな。とんでもねえの。載せときますね。なんか、あれはなんていうジャンルになってくる？インダストリアルロックって言うんじゃないですか。あれがインダストリアル。打ち込みを入れてるロック。スターファッカーズっていう曲が入ってる、2枚組のアルバムを最初買ったんですよ。それ三角形なの？説明、ちょっと春水で家にあるかわかんないです。ユニオン、ジャケ買いですよ。ジャケ買いっていうか、名前買いですよ。9インチネイルズ。何か聞いたことあるぞ。そしたら、かっこよくてね。2枚組の両方好きなの？いや、そんなに。曲によるってあれなんですけど、どういうイメージですかって聞いたのが、多分、なんか打ち込みでちょっと、暗い感じの。なるほど。そしたらまさかのおしゃれって言われちゃう。ある意味おしゃれではありますね。そういうのにはあんまハマんなくて、そのラウドな、ライブ映えするような曲が、すごいこの人かっこいいなと。没入感のある、おとなしい、静かな、綺麗な曲とかもあるし、あるんですけど、荒々しいのがすごい好きで、ライブの動画とかも結構あるんで、見ていただいたらわかるんですけど、かっこいい。一曲ね、ものすごいシングルだったと思うんだけど、シングルっていうかなんか、3曲か4曲入りぐらいで、1曲だけ15分ぐらいある曲あるんですよ。これが、すごい。それ結構うるさいやつですか？おとなしい感じですか？You Got みたいな。You Got Speed Black Emperor。You Got Speed Black Emperor でね。淡々と始まってって、どんどん楽曲が壊れるみたいなイメージが出てくるんですよ。これは、パッとなんか BGM 的に聞くとわかんない。やっぱヘッドホン。俺のおすすめの聞き方は、もうろうそくを立てて、ここにお酒を置いて、その一曲がどんどん壊れていくのを、楽しむ。なんですか、黒魔術かなんかですか？違うわ。没頭感とか、没入感があるんじゃないんですよ。で、まあもちろん運動とかしてる時のもいいと思うし、読書とか何でもいいとは思うんだけど、一定のそういう音楽って、一個内面で聴き方って面白いです。これ、バンドマンだからとかっていうことじゃなくあると思うんですけど、すごい贅沢な提案なんです。今の人たちってもう何かしながら何かでしょ。何かしながら何か。
音楽を聴きながら走ったりとか、ネットを検索してっていうことでしょ。映画とかもさ、ファスト映画っていうのが出てきちゃったりとか、時間がもったいないから、その間にもういろいろ検索したいんだよ。検索したいでしょ、みんな検索したいでしょ、検索の時代だと思ってるんですよ。なんだけど、一個それだけのためのスペースを用意するっていう時間を作るっていうのが僕の今の提案です。ろうそくと、まあお酒は楽しんじゃうけど、一段な携帯は。もうお酒と音だけで、できればそういう空間も暗くして、こうのんびりと、こうそれを聞いていくわけです。もう、飛ぶぞ。まさかの長州力です。お前それ飛ぶぞ。ちょっと真似していや、でも、一個そういう時間を音楽で作ってくれる人はいませんかと。そういうものがあってもいいんじゃないかなっていう。ある意味みんな贅沢だと思うけど、検索しながら音楽聴きながら、もちろん僕もやるし。けど、時には、そういう風に無駄なように見えるかもしれない。例えば映画の2時間とかも嫌だってみんな言うじゃん。音楽もギターソロいらない動画があるじゃん。あるんですか？今時出てるんですよ。あれ話題になったんですよ。ギターソロいらない的なツイッターだかなんだかの投稿が話題になった。夫のそれだけに入っていく瞬間とか時間をあえて作るっていうのは逆にもう贅沢なんじゃないかっていうのが僕の提案ですね。だからナインティナインがそういう曲がありますよ。非常に没頭向きな。僕はあんまそういうのはハマんなかったんで、まあ結構ラウドなね。で、好きになったんですけど、そのエピソード的にライブ中自分の中でガーって上がりすぎてメンバーをぶん殴り倒すみたいな。そんなのあった？そういうキャラ。普段は結構さ、クールな、そういうイメージもあるし、あと、事故物件に住んでるとかね。そうなの？そう、よく洋楽にさ、アルバム買うと、ライナーノーツが。あれ読むの好きだ。ほら、ライナーノーツですよ。今みんな知らないだろう、ライナーノーツって今ないの？ないか。ないよ。音源が売れないんだから。これいい話だったね、今回。その音源の CD って何を楽しむかって、ジャケットと歌詞とライナーノーツなんですよ。特に洋楽はね。洋楽は特に。なんでかって、その時は情報がなかったから、それで知るんですよ。ニルバーナは誰の影響を受けてるとか、なんとか州に生まれたカート・コバーバとかっていうのが書いてあるわけですよね。そうですね。だって今は普通かもしれないけどさ。ウィキペディアだろ？確かにこの外人なんていうやつ？名前も知らないかもしれないからね、最初は。だからあれを読むのはちょっと面白い。なるほど。それ書いてあったんですよ。そこに書いてあったわけだ。だからほら、これこそ生の情報だよね。足で稼いだというか。そうだね。で、それをさ、書いた人も今すごいなって思う。まあそうだね。だからこそああいう音楽評論家とか音楽ライターっていう人は価値があったんだね。今は検索で、そんなん知ってるよってみんな知ってる顔するけど。まあいっぱいある中で、いや、これは違うよ。これ、本当はこっちだよ、みたいな。だからまあ本人にね、会って話をしてる人もいるしね。あれの言うことには、日本人はそれは誤解だって彼も言ってるとかさ、ライナーノーツによってあるじゃないですか。ライナーノーツっていろいろありますよね。レディオヘッドかな。OK コンピューターって知ってます？はい、持ってますよ。ライナーノーツは誰でしたでしょう？いやー、覚えてないな。これ知ってる人多いよね。そうなの？有名な人。お前絶対知ってる。書きそうな人？アーティストですか？アーティスト。日本人。で、誰ですかね。だったはずなんですよ。確か。俺の記憶だと。吉井和也さんです。イエローが OK コンピューターだったと。っていうようなさ、発見もあるじゃん。アルバムのストリーミングの良さももちろん。俺は別にストリーミング否定派じゃないから。だけれども、聴きながら、ジャケットだったり歌詞だったりとかっていうのが、ある意味、Spotify の中とか、ああいうストリーミングの中でそれがね、できるようになったらいいよね。だからアルバムの画像をクリックしたら、歌詞ページが出てきて、例えばインタビュー動画でもいいし、誰かしら音楽評論家の方のそのライナーノーツを載せてくれるような、昨日まで出たら結構、CD としての良さは今のところそこは勝ってる。といったことでね、今回結構いい話。割とね、音楽的な。派生してちゃんと真面目な話です。そこが俺のうまさですから。はい、ありがとうございました。はい。というわけで、好きな、洋楽、3世でことです。何か取り上げてほしいバンドとかいたら、コメント欄で。こんなジャンルの、じゃあ、参戦、あれしてよ、みたいな。次は好きな邦楽参戦で
お会いしましょう。それでは、失礼します。ライナーノートは相当大事な文化でしたね。